サリュー皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今回はこの見てください。この立派な白菜、これを使って豚バラと白菜のシャルキュテール、これを作っていきたいと思います。シャルキュテールって何ぞって思った方もいると思うんですけど、フランス語でお肉屋さんっていう意味があります。フランスにはハムだったりソーセージ、こういったものを加工して売ってるお店っていうのが結構たくさんあります。で、今回この豚バラと白菜っていうのはそういったお店をイメージして作ります。で、このピクルス、この酸味、ピクルスの旨味と程よい熟成感、あと酸味ですね、それが豚バラにいいアクセントを与えてくれると思います。で、本来は豚バラとじゃがいもを食べることが多いんですけど、じゃがいもだとやっぱり日本人には少し重たいので、あと季節的に白菜っていうのが出回ってきてるっていうのもあったので、今回は白菜をチョイスしてます。これが例えば春先であれば、レタスなんかもいいかもしれないですね。そしてお湯を準備してトマト、これを湯むきできるようにします。はい、それでこの豚バラ肉、だいたい肉の重量の 1% ぐらいの塩をするといいです。で、この油の部分はこの包丁で切れ目を入れて、油が焼いた時に油を逃がしやすくしてあげましょう。あとはお好みの厚さに切り分ければ OK です。で、塩はできればまんべんなく周りにしっかりと分厚ければ分厚いほど、全体にしっかり振ってあげる必要があると思います。トマトは今回半分しか使わないんで、断面とは反対側だけをつけておいた方が、湯むきとしては効率がいいと思います。むき出しの方はすぐ火が入ってしまうので、そうするとぐずつきやすくなってしまいます。あとちょっと話はね変わるんですけど、今年も無事ミシュランからの招待状が届きました。いやー、とりあえずね良かったです。まだ結果はねはっきりとは分かってないですけど、いいね、なんでしょう、年の瀬を迎えられるような結果であるといいです。それでね、こんなご時世なので、本来はとある会場にね招待されて、そこで発表があるんですけど、インターネットで、動画で配信されるそうです。これはね関西の方のミシュランが10月に発表だったんで、その時もそういう配信の仕方だったんで、今回もそうなるだろうなと、予想はしてました。で、その発表会の時って星付きのシェフの方々、本当にねたくさんの人たちが来るんですけど、大御所の人たちも多くてですね、僕にとっては大先輩であったり、僕がねそれこそ見習いの頃、指導してくださったシェフの方とかもいて、そこではね最近どうなんだっていうような話とかするいい機会なんですけどね、今回そんなんでいけないですから残念ですけどね。それでちょっとねまた話それるんですけど、以前ねグランメゾン東京っていうドラマがあったんですけど、その時にも最終回でミシュランの発表っていうのがねあるんですよね。そう、もう本物さながらっていうか本物の会場を使ってるんですけど、その時に流れた映像が実際に発表の時のもので、その発表の時にね、僕もその会場いたんですよね。これドラマ僕見てたから、その発表の時にこれ俺いたやつじゃんと思って、
で合成されてるんで実際ちょっともちろんそこにじゃあ俺映ってたかっていうとそういうわけではないんですけど、でもねちょっと面白い小話でした。はい。なのでグランメゾン東京ね、もしまだ見てないっていう人いたらぜひね見ていただけたら、すごくよくできてるドラマだったと思います。木村拓哉が主演で、さっき豚バラをしっかりと焼き色をつけて、で油の部分からも豚の余計な油っていうのを外にしっかりと出しました。それで、フライパンに豚の旨味と油が残ってるので、そこで白菜を焼いて、そこもねしっかりと焼き色をつけて白菜の甘みっていうのを閉じ込めます。そしたらそれらを引き上げて、玉ねぎをそのフライパン洗わないままそこに入れてって、しっかりとまた色をつけて甘みを出して、そこに白ワインですねと水を少々入れて、それで最初に焼いた豚バラ、あと白菜、これらを戻していって少し煮込んでいきます。ここで蓋をしてだいたい3分ぐらいですかね、様子を見ながら、そうすると程よく白菜からも水が出てて、豚の豚バラの中にもソースの旨味っていうのが染み込んでいってるぐらいになるんですよね、だいたい。そうするとこの白ワインの酸味っていうのが程よくまろくなって、豚バラから出たエキスとも相まって味がねすごく美味しくなってきてる頃です。そしたら豚バラ肉とあともう白菜もねまた一旦引き上げてしまいます。そこから仕上げのソース作りをこのフライパンの中でやっていきます。まず刻んだコルニッション、これを加えて、あまりにも煮詰まりすぎてたら調整で水を加えてください。そこに湯むきして角切りしたトマト加えて、あとはマスタード。このマスタードは粒マスタードでも、ペーストのマスタードでもどちらでも大丈夫です。僕はね粒マスタード好きなんで粒マスタードを入れました。マスタードを入れると濃度が出るのと、あと一気に全体の味が引き締まるんでまとめやすいと思います、味を。うまいぜ。あとは香りで刻んだパセリ、あとは色合いも良くなるんであればぜひね入れた方がいいと思います。それじゃあドレスやっていきましょう。白菜に程よく味が染み込んでる感じになってるんじゃないかな、多分。あとは仕上げたソース、これをしっかりと豚にかけていってあげましょう。美味しそうだな。いいんじゃないでしょうか。ボナペティ。それでここでやっぱ改めて、気づくことっていうのは、そんなに難しい材料がなくてもできるっていうのと、フライパン一つ、あとは食材のね旨味っていうのがしっかりと重なってれば、ソースっていうのはそんなに作るのは難しいことじゃない。この料理も出汁とかは一切使ってないですし、何よりねこの白菜が、豚の美味しいエキスとか白ワインの旨味っていうのを何でも吸ってくれてて、でこの豚の旨味の中にあるほのかな甘さ、それにトマトと、コルニッションっていうのがうまく調和してて、非常にね食べやすい一皿になってると思います。よかったらぜひやってみてください。それじゃあまた、アビアント。